積極的に日本での活動、でも日本人に向けての活動にしようということで、そのリーダーとして選ばれたんですけれども、その一角として、今までは完全に別々だった日本での働きと、うちみたいにアメリカとか海外での日本人向けの働きを同じ傘の下に加えるということにしたわけですね。ですから初めて私たちも20何年ここで活動してるんですけど、初めて日本にいる宣教師たちと本当に同僚という形になったんです。もちろん同じ団体ですけれども、今まではでも別々だったのをその傘の下で一緒になったという、そういう形でそのリーダーとして選ばれたわけです。で、彼は本来は去年の7月に日本に行く予定でした。サポート集めも全部、終えて日本に行く、そういうことになってたんですけれども、ご存知のように今日本にはパンデミックのことで新しく行く人たちは行けないような状態になってしまってて、一時11月に行けるかなと思ったらオミクロン株が出て、それでまた伸びてしまったことになりましたけれども、伸びたことによって今日はここに来れたということです。Because it's extended, you're able to come here today、ね。ですので、そういう意味では苦い経験がありながらも、こういうポジティブなことを神様がその中で働かせてくださったということだと思います。で、ちょっと一つさっき聞いたトリビアですけども、私が育った団体ですよね、今の団体は。で、彼はいずれ日本に行くときには、所沢にある家に行くんです。団体の家です。その団体の家は昔からずっとある家で、私が小学校4年生の1年だけでしたけれども、所沢に住んでたその1年はその家だったんです。同じ家に彼が行くということで。私はあれ以来行って、I have not been back since then, so I don't know how it looks, but僕としては1年だけでしたけれども、すごい思い出がある家に彼がこれから行くということです。奥様とそして2人の娘たちがいますけれども、今日は彼は1人で来られました。今回来てくださって感謝です。私も3年前に初めて彼と会って、私より若いしね、どうなのかな。でも本当にもう恵まれてます。素晴らしいリーダーが与えられて、私とデビーはすごく感謝してますけれども、彼が今日あえて来てくださって、本当は先週来るはずだったのが、ストームで来れなかったけれども、今週は別なストームがあっても来れたということで非常に感謝しています。今日はですね、最初は彼は日本語でやってみようかなとも言ってたんですけれども、実はこれから語学勉強するんですよね。ですからちょっとそこは厳しいかなということで、英語でメッセージをし、私が日本語に通訳をします。ブライアン・ラスキー先生です。よいしょ。You stole my introduction. I stole your introduction. はい。いいのよ、ダブルの。はい。皆さんはじめまして。ブライアンのラスキーと申します。よろしくお願いいたします。Converge内で日本人の間で活動している宣教師とともに働いています。ミルハウス先生とデビーさんのミニストリーは Converge の Japan Initiative の一角です。ミルハウスご夫妻のような、ミルハウスご夫妻のような宣教師とともに働けることは本当に光栄です。私はそのチームのイニシアティブリーダーという肩書きを受けています。Convergeで働く前は、20何間ぐらいペンシルベニアのイリシーにある教会で牧師として詰めました。家族は4人です。私の妻はレイチェルで18年になります。娘が2人います。長女クロエは12歳です。次女ハナは9歳です。さて、今日の箇所は先ほど読まれたイザヤ書40章28節から31節までです。もし聖書をお持ちであればお開きください。ミルハウス先生、はい、訳してくれてありがとうございます。
それでこれから訳すよ。始めましょう。So, まず、Yeah, very good. have you ever had to wait for something? 皆さんは何かのために待たなきゃいけないという経験があったでしょうか。 Something you really desired. 本当に欲しいものだけど待たなきゃもらえないっていうのがあるのかな。Yeah, when we were kids, when you were growing up, it felt like you had to wait for everything. なんか子供の頃ってね、いつもなんか待たされてたっていう経験がありましたよね。Christmas presents or birthdays, waiting at lines in amusement parks, you always had to wait. クリスマスのプレゼントとか誕生日とか、または遊園地でね、乗り物に乗る時の列とか待たされた。Even when I was wanting to talk to my parents as a kid, they would always say, just hold on a minute, I'm busy, you can talk to me later. 子供の頃ね、親と話そうと思ったら親からもちょっと待って、今忙しいからって後回しにされたこともありました。When you're waiting, the time seems to drag on. 待つことをね、しないといけないと時間が伸びちゃうんですよね。You know, I hated waiting then and I hate waiting now. 昔、待つの嫌いでしたし、今も待つのが大嫌いです。Right? And our culture tends to push us towards being in such a hurry. で、私たちの、社会っていうのはね、なんかいつもなんか急ぐっていうそういう風になってますよね。Right? We microwave our food, or we go to restaurants and we want the order to come out quickly. We wait for the service truck to come along, and they give us a window, and it's always at the last minute that they come in that window. It's frustrating. 例えば電子レンジですとかね、またレストランだったらすぐ食べ物来ることを望むし、あとサービス、例えばなんか修理のためにね、この期間に来ますよって言っても、いつもその期間の最後にやっと来るんだよね、待たされますよね。I took a trip recently with my family, and I told my kids, there was a lot of traffic, and I told my kids, as long as we're moving, even just a centimeter at a time, I feel like we're not waiting, we're not stuck. 最近家族とちょっと旅したんですけれどもね、渋滞があるときにね、ちょっとだけでも動いてると待ってないような気がするからまだマシだっていうそういうことを子供たちに言いました。So I'll admit, I'm not an expert in waiting. ですから自分はね、待つことに関しては専門家ではありません。But what happens when we're forced to wait for something that we're deeply passionate about? でも私たちが本当に欲しい、願うこと、ね、もう情熱的に、ね、欲しいというものに対して待たされるというどういうふうになるんでしょうか。I'm sure we all have dreams and hopes and desires for ourselves, or maybe for your family and your loved ones. 私たちは自分の家族のためにいろんな期待感とかそういうのがあると思いますけれども。Do those things always happen exactly in the way that you want them to, or when you want them to happen? でもそういうものって自分が望むような形に起きるか、または自分が望んでいる時間帯の中で起きるかどうかは別ですよね。Of course not. And if they do happen, they can be. If it doesn't happen in the timing that you want, it can be incredibly frustrating. ですからもちろんそういうふうにはならないので、自分が望んでたようにはならないとすごく心の混乱というかそういうふうになりますよね。フラストレーションがあります。Yeah, and for Christians, there's a double frustration of sorts. でクリスチャンにとっても二重分のねフラストレーションもあるでしょう。Because we have the same conflict that everyone else has, and then we have the one where we wrestle with God. で私たちはみんなと同じような葛藤があるんだけれど、それに加えて神様との葛藤というものもあるかもしれません。We believe in a God who's all powerful, who is able, and who is mighty. 神様は力強い方であり、もう全能の神様ですけれども、それを信じている私たちですか？ So then, what does it mean when for our faith, when God doesn't seem to move like we would like Him to? でそれで私たちの信仰の中で神様が私たちが期待していたような形で働いてくださらないとどういうふうな思いを持つか。What does it mean when our prayers seem to go unanswered? または私たちの祈りが何か聞かれてないように感じるような時とか。God doesn't seem so mighty when we're struggling and we're striving, and yet He's not moving, at least not from our own limited perspective. 私たちの限られた感覚から神様がなんか動いてないな、働いてないなって感じるときには、なんか神様の凄さ、偉大さっていうのを感じないような風になってしまいます。You're saying, God, I know, you're moving in the unseen. I know that you're God and I'm not, and I know that here, but I don't know it here in my heart. 神様あなたが働いていることは一応頭では分かってるんだけれども、心ではなんか分かんないような気がする。Have you ever been there? そういう経験皆様あったでしょうか。Maybe you're there right now. You're waiting for something to change. もしかしたら今そういう状況にいるかもしれません。何か変わることを望んでいるかもしれません。Something to change at your job or with your family, and you're waiting. 例えば仕事とかまた家族とか待ってるってそういう状態かもしれません。I had a chance to preach at another church in Seattle recently called Echo Church.
最近シアトルの別な教会ですね、英国キリスト教会でメッセージをする機会がありました。And our friend Jonathan Kobayashi is the pastor there, and in October he contracted COVID. 私たちの友達の小林先生がそこの牧師なんですけれども、10月に彼は COVID にかかりました。He spent 55 days in the hospital when there were times we weren't sure he was going to recover. 55日間病院入院していて、回復しないんじゃないかというふうにもそういうふうに思ってしまったほどひどかったんです。And the whole church, I watched as his whole church walk through this difficult season together, and we were all praying, not only those in the church, but around, Ken Sensei mo, and we were all praying together for Jonathan. 教会全体で、教会だけじゃなくて、私たちも、小林先生の回復のためにみんなで熱心に祈りました。And there's incredibly difficult days where I would wrestle with God and I would say, God, why aren't you moving? Bring my friend Jonathan home from the hospital. で私にとってもすごく難しい時期があったんですけど、やっぱり神様と葛藤があってね、どうして早く小林先生をね、癒してくれないんですかって、そういうふうに神様と祈ったこともありました。And as I talked with some members of the church, they told me that they felt similarly. They felt, they went from moments of faith to moments of frustration and doubt to moments of faith again. 彼ら教会の人たちとも話したら、彼らも似たような経験をとっていて、やっぱり一時は信仰に基づいて、でも一時はやっぱりフラストレーションに基づいてて、そういうふうに作用されてしまうような、そういう状況になってたわけですね。I'm happy to tell you, Pastor Jonathan did come home and was able to come out of the hospital, but now we're into a different season of waiting for him because he's still trying to regain his oxygen in his lungs and recover, and so the church is continuing the next season of waiting. 小林先生は一応退院はできたんですけれども、そして感謝ですけれども、いまだにやっぱり弱さがあって、まだ家で、リカバリーしているような状態ですので、まだ待つのが続くわけですよね。As was just said in the introduction a moment ago, my family's own story has been one recently of difficult waiting. で私たちの家族も今ね、先ほども聞いたように待つっていうそういう難しい時期に今置かれている。And we've raised all of our support. We have our team members waiting for us in Japan. We have the house in Tokorozawa waiting for us. And we even stepped out in faith. We sold our house, thinking we could leave to go to Japan by July or August of last year. 宣教師としてのサポート、経済的なサポートを全部集めた日本でね、チームが待ってるわけですし、所沢の家に行く予定ですけれども、そのこともあるから去年こっちの家も売ってしまってで行けない、そういう待つのが今続いているわけです。So when Japan's borders didn't open, we were forced to find temporary housing. We were living out of the boxes that we had packed to take with us over to Japan. ですから日本に行けなくなってしまって、日本の方が、ね、閉じられてしまった時には、結局もう箱に入れたものを少し出し始めて、そしてテンポラリーなところに住むような形がずっと何ヶ月も続いています。We believe with all our hearts that God has called us to serve in Japan, and yet we can't get there yet. 神様が私たちを日本にね、送ることを派遣することをもちろん導いていて、その召しを受けているんだけれども、今の段階ではまだ行けない状態にいるわけです。And month after month, as we've been waited and as we've been delayed, it's been getting harder and harder to move through the season. また月ごとによって毎月ね、だんだんもっと長引いてしまうと、待つのがだんだん難しくなっていくわけですね。This past November was especially difficult. 去年の11月は特に難しかったです。The Japanese government, as you know, announced that they were finally going to allow some new entries to families like us, and we applied for the final document that we needed. で11月には日本の方が、ね、新しい家族が来れるようにするということを出したので、私たちもじゃあ新しく必要なその書類を集める段階だったんですね。It looked like it was finally going to happen. やっといけるんだってそういう状況でしたけれども。We went to celebrate Thanksgiving at my parents' house, and one last time to be together with the family before we'd finally be on our way. で感謝祭は私の親のところで一緒に過ごしてね、これから日本に行くからね、数年間は一緒に会えないから、それの最後のThanksgiving感謝祭祝ったわけです。And on the Monday after Thanksgiving, my wife Rachel and I were expecting to wake up to a message saying that our document was approved and we could go to the embassy and get our visa. で私たちはその次の月曜日には多分、ニューヨークの領事館から、もうドキュメントが OK ですよって言って来て、ね、くださいというふうに言われると、そういう期待感を持って月曜日起きたんですが、But instead, we woke up to this announcement that the borders would be shut again and the process for getting into the country would be suspended, and we were back at square one yet でも again. その日のニュースで実は日本の政府がやはりまた、その国を閉じたということで、前と全く同じ状況に戻ってしまったということになりました。And I got to confess, in that moment, I felt some deep discouragement.
でその待たされたっていう、また待たされたということで、私もすごくそれで、深く落ち込んだのが事実です。And I think this disappointment was the hardest one because after months of calling to change flights again and again and trying to figure out what to do with our kids' schooling, it was the hardest one because I had put my hope into it. It looked like it was going to happen. 特にその11月の時にはやっと行けるんだってそういう期待感があったので、それね、今まで子供の学校のこととかそういうことも全部いろんなことを何度も飛行機も何度も変えた、そういう経験の後にやっと行けるんだっていう期待感でダメだった。だから今まで以上に本当に落ち込んでしまったと思うんです。Begin to wrestle with God in prayer. そこで祈りの中で神様との葛藤があったわけですよね。Like, God, what are you doing? What are our supporters and our supporting churches going to think? 神様、あなたは今何をされようとしているのか、私たちのサポートしている人たちやまた教会はどう思うのか。We even had moments where we thought, did we hear you right over the last few years? Because we're really hanging out there on this one, taking a risk. たまに自分たちが受けたその神様からの召しをね、疑うような形で、本当にあなたが召したのか、それも疑うぐらいになってしまったわけです。Saying, God, if you don't come through and make a way, I don't know what we're going to do. でそこで神様、あなたが何かしないと私たちは、ね、どうするかもう分からなくなってしまうほどですよ。Those questions, those frustrations have led me back to God in prayer over the past 2 months. そういうようなフラストレーションから私はもっともっと神様に深く祈るように導かれてきています。I've gone into His Word in a deeper way again, and I've surrounded myself with godly friends who are praying for me and who have encouraged me. また御言葉にもっともっと深く、入っていき、学び、そして、自分を支えてくださるクリスチャンの方々のいろんなアドバイスとか聞くようにもっと聞くようになりました。And God again and again over this whole season has impressed upon me the need to be faithful in the waiting. で神様がその中で私に語ってくださったことは、自分は今待つっていうその最中なんだけど、その待つ最中の中に神様に対して誠実であり忠実であるということが呼びかけられているんだということに気づきました。You see, when you're waiting, He's working. He's not absent. He's active and building something in you. 私たちが待つっていうことは、もう神様がいないというわけではなくて、神様が一緒にいてくださって、私たちの中で心を変えようとしている、そういう何かを私たちの内側で行っているということの一つの合図ではないかな。Just like so many other things in life, it may not happen exactly how or in the timing you want it to happen, but He's ultimately guiding your steps. で自分たちが思うような形ではないかもしれませんけれども、実は神様が私たちを導いてくださり、神様の視点から私たちの歩みを実は導いてくださるんだと。Maybe even more importantly, there are certain things that God is doing in us and through us that only happen during the waiting. で場合によってはその待つ最中にしか私たちは体験できないようなことを神様がされようとすることもあるかもしれません。そのことは今日のビッグアイディア、大きい思う、大きい考えです。In your waiting, God is working. 私たちが待ち望むことのうちに神様が働いてくださっています。というのがこのメッセージの一つの大きなアイディアであるということです。Waiting isn't a warm-up. 待つことがなんかその準備期間ではないと。It's the main event through which the results we're hoping for and praying for will come. その待つことを通して私たちが望んでいることを得るために必要な時であるということで、イベントであるということです。And it's not just that He's working to accomplish things outside of you. He's doing that, but He's also working inside your heart, transforming you to become more like Him. でもちろん神様は周りで働いてくださっているのは事実ですけど、それ以上に私たちの中で、心の中で働いてくださる、そういう時であるということです。So what happens when you wait? Well, your perspective gets changed. You see beyond the current circumstances, and your faith in God has a chance to grow. 待つっていうことは、今の状況を超えるような形のものを見れるようになっていくことが可能になる。ですから、信仰がそこで成長していくっていうことになります。Recently, God has been bringing me back again and again to Isaiah chapter 40, and in verses 28 through 31, the Bible talks about what happens when we wait. 最近、このイザヤ書40章に私は神様また再び導いてくださってて、やっぱりこの箇所は私たちに待つことにどういうことが起きているのかを教えてくれるわけですよね。また読みましょう。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力の買い物には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき、
倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を刈って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。This passage comes at a time when Israel is going through the worst period in their history. この箇所、イスラエルがもう本当に歴史の中でも特に難しい、もう大変な状況を国として、民族として通っていた時でした。If you remember the context in which Isaiah happens, they're about to be sent into exile as slaves to Babylon. イザヤ書の状況を理解していくと、彼らがこの時点でもう近いうちにバビロンに捕囚になっていく、あちらに奴隷みたいな形になってしまうような、それの直前になるわけです。And the Israelites would have to wait a long time to see their city and nation restored. そしてその後はね、自分たちの民族、国、そして町が復帰するのがずっと先のことになってしまうわけです。And it's in the midst of this that they receive this picture in Isaiah 40 of who God is, and this promise in verse 31 of what's going to happen if they wait and trust in Him. でその危機の最中に神様がこのような約束を彼らに与えたわけですね。これから待つのが長引く中で神様が何をされるかっていうことをこの箇所は教えているわけです。And it's this promise that can give you and I hope during our season of waiting. 同じように私たちもこの箇所が待つっていうそういう季節を通っている私たちに希望を与えてくださる箇所ではないかな。Because even though waiting feels incredibly difficult, the reality of what God is doing in us and through us is greater than how it feels right now. っていうのは待つっていうのは本当に難しいと感じるかもしれませんけれども、実際に私たちの中で神様がしてくださることは今の自分よりもはるかに素晴らしいことを神様が与えてくださるっていうことですね。So I want to talk about that. I want to talk about how waiting feels versus what God is doing. ですから皆様にまず今はね、その私たちが何を感じているかに対して神様が何をされているかっていうのをちょっと比べてみようと思います。And so here are three truths that have been about waiting that have been helping me grow in my faith, and I hope it'll help you grow in your faith too. その中で私はその待つっていうことに関しての3つの真理をちょっと発見したので、それを皆様に分かち合っていきたいと思います。まずは待つことは痛みとして感じますが、結果的には強くなるのです。Waiting feels like pain, but it ends with strength. Waiting feels like pain. This is so true. And if we're honest, if we're forced to wait longer, sometimes being forced to wait longer, sometimes without clarity of the way forward or knowing when things will change, just feels painful. 待たされる、ね、先が見えないような状態で待たされると、もう本当になんか痛い、ね、そういう苦しい、そういうふうにしか感じられないです。でも31節、主を待ち望む者は新しく力を得ます。What the Bible is saying here is that sometimes, even when it's hard, you should stay right where you are, because when you do that, He's strengthening you. 自分がね、今難しいと思ってても、その難しい中にとどまっていくことによって、神様が私たちをその状況の中で力づけてくださるということになるわけです。毎日毎日ね。毎日。Every day. Each day when we wait, we get a little stronger. And the gospel, listen, the gospel never requires us to deny reality. 福音はね、私たちの現実を私たちが無視するわけではなくて、その無視じゃなくて認めることが大切です。See, when God promised Abraham that he and Sarah would have a child, but then made them wait before realizing that promise, Abraham recognized the reality that Sarah was barren. 神様がアブラハムとさらにね、子供のことに関して子供が与えられないっていうことに関して、でもいずれ与えるのよっていう約束があったときに、アブラハム自分の妻が実はね、子供を産めないんだっていうそういう現実に直面しなきゃいけなかったわけです。But the faithfulness of the God who made him the promise overshadowed the difficulty of that situation. でも神様が約束した、その約束してくださった神様の誠実さが、その現実よりもはるかにすごいことなんだっていうことをアブラハムは理解したわけです。And we have to be the same. 私たちも同じようにならなければなりません。Instead of letting the difficulty of reality overshadow God, we have to let the goodness and the grandeur of God overshadow our circumstances until we are convinced that the one who made the promise is faithful. 今の難しい状況、そのリアリティね、現実にとらわれずに、神様がそれ以上にはるかに力強い方であることを信じて約束されているんだっていうその約束を覚えていく必要が大切です。待つことは痛みとして感じますが、
結果的には強くなるのです。ということです。2つ目、待つことは活動的ではないと感じますが、実は行動が必要なんです。Waiting feels passive, but it requires action. There have been times during the season of waiting for us where it has just felt so frustrating. 私たちはこの待つそういう時期を通ってきているんですけれども、本当にたまにはすごくね、フラストレーションが溜まっていくようなそういうことが何度もありました。Because there's nothing I can do to change the situation. It feels like I'm just sitting on my hands sometimes. 何もできない、こっちからは何もできないように感じられるから、なんかただ座ってて待ってるような、そういうつまんないような活動的ではないっていうふうに思うわけです。And yet, waiting is not passive, it's active. でも実は待つっていうことはそういうふうに活動的ではないっていうわけではなくて、何か本当にしなきゃいけない、その動きが必要なんだっていうことも実は分かるんです。It's active because just because I can't get to Japan right now doesn't mean there isn't faithful ministry to do right where I'm at right here. というのは今日本に行けなくてもこちらでやるべきこと、ミニストリーがあるんだっていうその事実もあるわけですね。Can I borrow this for a second? そう、どうぞどうぞ。So if you look through the Bible, you think through all the Old Testament, if you could hold it in your hands, in your fingers, the part that's the New Testament and the parts that's the Old Testament, this is when Jesus came, right here. はい、聖書を見るとね、旧約と新約があるわけですけど、新約はね、サイズ的には小さいわけです。そこでイエス様が来たわけです。その前にいっぱいあるわけですよね。And so all through this period of time, leading up to when Jesus came, they're waiting for a Messiah. ですからその大きい方のは実はずっとイエス様の前だからメシアが来ることをみんな待ち望んでいる待つ時期だったわけです。So why is it so big if they're just waiting? でも待つんだったらどうしてここまで大きいんで長いんですか？ There are things that God called them and asked them to be obedient to. There was faithful obedience to God and work that He wanted to do while they were waiting. そう旧約聖書の中で彼らには与えられている役割がある。神様が彼らに従いなさいとか しなさいとかそういうふうにおっしゃっていることがいっぱいあって彼らはやるべきことがたくさんあったからこそ長いということですね。While you and I are waiting, in our waiting, there's faithful obedience to God and things that He wants us to do. 私たちも今待っている最中でありながらも神様が私たちに今こういうことをしなさいっていうふうに我々に呼びかけていることがあると思います。And so, for example, I've seen my oldest daughter get a chance to grow in her faith by joining the middle school youth group this year, an opportunity she would not have had if we had left in August. 例えばうちの家族では長女がここに残ったがゆえに中学生のその中学生のユースグループに参加することができるようになった。日本に行ってたらそれには参加できないということですから、そこで彼女の信仰が育つのを私は見えているんです。And seeing her faith come even more alive in this season is preparation for her before she goes to Japan. でもちろん神様の信仰が今日本に行く前に強められることによって日本に行く時の準備の期間になるわけですよね。Rachel and I, my wife and I, have had the ability to minister and pray and be available for people here in the U.S. that I wouldn't have had the ability to do if we had left yet. 私たち夫婦はアメリカでいろんな人たちのために祈ったり支えたりすることができた。もし日本に行ってたらそういうふうにはできなかったことがあるわけですよね。For instance, recently, my wife's oldest friend lost her mom suddenly from cancer. She was diagnosed on a Thursday and died on a Sunday. 例えば私の妻の昔からも親しい友達のお母様が突然亡くなったんです。がんになって、diagnosed on Thursday? Yeah, and so 4 days later, yeah. 木曜日にがんだということをしてその診断を受けて月曜日に亡くなったという突然だったわけです。And Rachel's been able to sit and walk with and weep and cry with her friend in a way that she wouldn't have been able to. I was able to do the funeral, and we looked at each other. We said, of many reasons, this is one reason why God's allowing us to stay. それでレイチェルさんは本当にその親しい友達をその悲しい最中に支えることができたし、ブライアンさんもそのお葬式の知識もできたし、日本に行ってたら全然できなかったことが可能になったわけです。Recently, I met with one of my friends who's struggling with an addiction. He confessed to me he's struggling with an addiction. And if I hadn't been available, he wouldn't have even told me something was wrong. で最近ですね、私の親友で実は中毒になっているアディクションにかかっているということを教えてくれた人がいるんですけれども、自分がもう海外に行ってたらそういうふうには教えてくれなかったでしょうし、今私は彼をヘルプすることができているということですよね。And when I came into this role as the initiative leader, I have an amazing team with Ken and Debbie and others in Japan and others in the U.S. even, and so I'm so grateful for them.
このジャパンイニシアティブの中には素晴らしいチームメンバーがたくさんいて、例えばボストンのケンとデイビーとか、また他にもアメリカやまた日本でもそういうチームメンバーがいるわけです。But one of my biggest prayers has been for God to raise up new team members, new missionaries to join our team with Converge. 神様から前から祈っていることは、私たちはこの新しいコンバージの働きの中にさらにチームメンバーを与えてくださいということを願っていて祈っていたわけです。And because of this delay, I was able to pour into some young people this summer and invite them to consider giving their lives to missions. で、日本に行けなかったことによって今はその待たされている最中に何人かの若い人たちにいろいろと時間をかけて話し合うことによって彼らに宣教のために神様の召しにね応答しませんかってそういう呼びかけをすることができたわけです。And God's been faithful in all of that. Just in the last month, 3 new team members decided to join the Converge Initiative team. そして神様が本当に誠実な方であって3人の方々がこの1ヶ月の間に新しくこのコンバージョンチームに加わることになりました。In fact, 2 new families just contacted me a few weeks ago, and they're going to go apply and be assessed this summer. それに加えて2家族が数週間前に私に連絡してきて、彼らもこれから宣教師の方に向かうプロセスっていうか、まずアセスメントがあるんです。それを始めていこうという決心をしました。I'm totally praising God for this. It's such an incredible answer to prayer, and our team is growing. And a big part of why is that God allowed me to be here and to be available to them in a way I couldn't be if I was in Japan. で、私は特にこれらのことを覚えて神様を褒めたたえているんです。というのは、私たちのチームが実は今、ね、大きく なりつつある。でもそれは神様がしていくことですけれども、私が日本に行ってたら、それほどそういう人たちのために時間を、ね、割くことができなかったし、遠いということもあるけれども、いるからによってそれが可能になったということです。And so that's one side of how waiting can be active. ですから、その待つっていうことが本当に活動的であるっていうことがここでは理解できるかもしれません。The second way that waiting is active is that it's a constant process of surrendering. またですね、その待つことが活動的であると言われて、本当にいつも私たちは神様に委ねるようなことを体験しなきゃいけない。委ねることも活動です。Waiting on the Lord means to give over control of this situation to Him. それは自分がコントロールするんじゃなくて、そのコントロールを神様に譲ることですよね。So depending on God is active, not passive. It's a daily process. ですから神様に頼ることっていうのは、これもただ何もしないわけじゃなくて、本当に日々信頼を置いて頼っていくっていう、これも実は活動的なんです。As a pastor, I often encourage people to preach the gospel to themselves. 私はよくね、牧師として皆様に、福音を自分にも伝えなさいっていうことをいつも言います。This means reminding yourself of the truth that you know already so that you can be encouraged to continue to follow God. で、それ自分がすでに知っている真理を自分にもね、思い出させるような形で、日々そうなんだ、神様のそういう約束があるんだっていうことをいつも覚えて歩むこと、そういうことをやっていくようにと進めるわけです。Here's what I've learned over this time, that this is an active process. で、これ自体もやはり活動的なことなんですよね。Preaching the gospel to myself during this time has had to happen more often, not less. 今待たされている最中に私は自分にも何度も福音の真理を言い聞かせる必要があるということに気づいたわけです。Sometimes it's an hour by hour process. たまにはね、1時間そのプロセスにもなるかもしれません。And I am constantly reminding myself of the truth that God is faithful and that by waiting, I'm relying on Him, not myself. それで自分にもね、神様は誠実な方だから自分に頼るんじゃなくて神様に頼るんだって、その必要性があるんだっていうのを言い聞かせるような、そういうことが必要です。So third, 待つことには寂しさを感じますが、実はそれを通して神様の臨在で満たされます。Waiting feels lonely, but it's filled with His presence. Waiting often feels isolating. ね、待つっていうことはなんか物から気難されているような気がするわけですよね。Yeah, no. Sometimes it can feel like everyone else's life is moving forward when you're being forced to wait. なんか他のみんなの方がね、いろんなことが起きてるけれども、自分はただ何もしてなくて待たされてる、そういうふうになっちゃうわけですよね。But Isaiah 40 is an invitation to this reality that God really is with you, even when it doesn't feel like it. でもこのイザヤ書40章私たちに語っているのは、今さ神様が一緒にいる臨在を感じないかもしれないけれども、実際は神様が今一緒にいるのよっていうことを教えてくださっています。It's also an invitation to worship. そしてその中で私たちも神様を褒めたたえる、礼拝をするような、そういうことを私たち呼びかけることでもあるということです。28節。あなたは知れないのか、聞いていないのか、主は永遠の神。
That's a worship verse. That's an invitation to worship the everlasting God. あ、ごめんなさい。大丈夫、大丈夫。That's a verse that's about. 切り返したことを忘れちゃったので forgot that you switched back to English. はい。ですからこの箇所は神様を礼拝することを私たち呼びかけている28節はそういう説であるということです。And so that's a call to worship in the midst of sacrifice and struggle. ですからこれは本当にもう犠牲を払ってね、その難しい葛藤の中にありながらも神様を礼拝するっていうそういう呼びかけであるということです。I used to be a worship leader. で、私は昔はワーシップリードをしていました。And I would tell my people all the time that worship is a choice that we make, not a feeling that we feel. で、いつもみんなにね、礼拝する、ね、ワーシップをするっていうことは私たちはその選ぶことであって自分が何を感じるかじゃなくてワーシップをしますっていう決心であるということをみんなに伝えました。Because no matter how we feel, God remains the same. っていうのは私たちが今何を感じているかどう感じているかは関係なく神様はずっと同じであるっていうのが事実なんです。He's faithful no matter what our circumstances are. 我々の状況がどうであっても神様は私たちに対して誠実であるということが事実です。So when you're waiting on the Lord, it can be so tempting to give in to those feelings of isolation and discouragement, but there's a better way. 神様の前で待ち望んでいる最中にたまにはその本当に、自分が感じているような苦いこととかそっちの方にもうそっちの方に行っちゃう可能性があるけれどもその中でそうじゃなく神様の方を向けなさいっていうそういう呼びかけになるわけです。 When you're waiting, you have a choice. 待つ時にはその決断をするそのチョイスがあるということですね。You can choose to complain about your situation, or you will choose to praise the God who faithfully promises to walk with you and sustain you during that situation. そのチョイスっていう選択は一つはもう今の状況にブツブツ言ってね文句を言うような状況かもしくは神様の約束を覚えてその神様を礼拝するかどっちかのチョイスがあるわけですよね。This season of waiting has been an opportunity for my family, for my wife, my girls, and I to draw closer and closer to God. でこの待つ時期この季節は私たち家族にとってうちの妻も子供たちも私にとっても神様にもっともっと近づいていくそういう時になりました。 We've experienced His presence even during the uncertainty. で先がわからない状況の中にあっても神様の臨在を私たちが体験できるようになったわけですよね。And I'm confident He's going to meet you too in your season of waiting if you'll choose to press into your relationship with Him. で皆さんも、ね、待つっていうそういう体験の中にあって、いるときにもし神様にでももっともっと近づこうという決心をされたら絶対神様はそれに応答してくださることを皆様にも伝えたいと思います。 How do you get through your season of waiting? You encourage your heart with the truth. どういうふうにその待つっていう季節を通っていくかっていうと自分の心に真理を語ってそれに励まされるっていうそういうことが必要なんです。 And it's not just the mind and not just the heart. You have to preach the gospel to yourself and allow it to inspire your heart, which will guide your emotions. でただ、ね、頭のこととか心のことだけじゃなくて本当に自分に福音を伝えるっていう本当に自分に対してその語っていくっていうことも必要であるということです。 If you do that, He'll renew your strength. You'll soar on wings like an eagle. You'll run and not grow faint. You'll walk and not grow weary. そういうことができるようになればこの31節にあるように、ね、力を与えてくださるしそして、なんだっけ疲れててもまた神様が私たちを強くしてくださるとかそういうようなここにあるようなことを可能にしてくださるということです。 So I want to ask you to do 3 things today. 今日皆様に3つのことをしてほしいという、それを皆様に伝えたいと思います。 The first is consider if there's an area of your life that you're rushing ahead on and trying to accomplish on your own strength. まずは自分の今の生活とか人生の中で自分自身がなんか早く、ね、やろうと心がけていて自分の力だけに頼ろうとしていることが今あるでしょうか。 If that's you, what if you instead took a moment, a season to wait on God to move instead? もし自分がそういう状況に今いるっていうのに理解したときにはもしかしたらちょっとそのストップして神様を待ち望むそういうふうに切り替えてみたらいかがでしょうか。 What if you gave over the situation completely to Him and really trusted Him to make a way instead of you trying to force a way? で自分がやりたいことそれを自分でなんか成し遂げるっていうことよりもちょっと待って神様に委ねて神様にしていただくっていうそういう体制になってみたらいかがでしょうか。 Second, if you're already waiting, confess to God where you might be struggling and ask Him to strengthen you day by day. また今本当に待つっていうそれを今体験されている場合は毎日自分が感じていることとか葛藤が自分の心の中にあることを全部神様に打ち明けてみたらいかがでしょうか。 Last, choose to worship Him. そしてもう一つ神様を礼拝することを決心していきましょう。
It's so important that you find a way to fill yourself with hope and encouragement that's based on God's word. 神様の御言葉に基づいた希望とか励ましを自分が体験することができるようになっていくのがすごく大切です。For Rachel and I, that's always been worship. It's been music. We listen to it and we fill ourselves up with music that's based on God's word, and it fills us up with the truth and encourages us. レイチェルと私はその音楽を通して、ワーシップの音楽を通して私たちがすごく神様の臨在に満たされていき、そこで神様の礼拝ができる、心からできるようになっていく、それを私たちはいつも聞こうとしています。Because our God is faithful, and while we're waiting, He's working. 神様は誠実な方ですから、私たちが待っている最中に神様は実は働いてくださっているんです。お祈りましょう。お祈りします、彼が。天のお父様、ここにあなたの臨在を送ってくださるのは感謝しています。たとえさまざまな試練に遭う時に来ると、神様が確かに私たちと共にいます。ですから恐れません。待っている時があればにも信頼しています。新しく力を得ますようにお祈りいたします。お願いします。神様を褒めて賛美しています。イエス・キリストのお名前のよってお祈りいたします。アーメン。はい、ブライアン先生ありがとうございました。それでは、御言葉に応答するような形で賛美を捧げたいと思います。先ほどの週報の中のコピー、もう一曲あります。何があっても Through It All という曲を、賛美したいと思います。どうぞお立ちになってください。何があっても Through It All。人生の中で巡る季節の中で御手に守られて義により導かれる主を見上げ待ち望む愛の歌を歌う誠実な方に永遠の身腕の中何があっても離れない英語で You are ever in my life You see me through the seasons Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. もう一度日本語で。人生の中で巡る季節の中で御手に守られて意により導かれる主を見上げ待ち望む愛の
なたに永遠の身腕の中、何があっても離れない。それではそのままの姿勢で唱詠として賛美歌の544番を賛美し、その後私が祝祷のお祈りをして、そして黙想を持って今日の礼拝を終わりにしたいと思います。544番です。はい。天津民も地にあるものも父子御霊の神をたたえよ、神をたたえよ。アーメン。お祈りします。恵み深い私たちの父なる神、救い主、御子イエス・キリスト、そして聖霊の三位一体の神、主が私たちを祝福し、私たちを守られますように。主が御顔を私たちに照らし、私たちを恵まれますように。主が御顔を私たちに向け、私たちに平安を与えられますように。アーメン。黙想しましょう。はい、どうぞご着席ください。これで今日の礼拝を終わりにしたいと思います。この後、共に交わり時を持ちたいと思いますので、お時間がある方はどうぞお残りください。そしてテーブル出すのも手伝ってくださると助かります。ブライアン先生、今日はありがとうございました。また皆さんも今日はありがとうございました。はい、以上です。ありがとうございます。So it's a good warm up for RJC. And actually, a real warm up this week. We're doing the first of messages from Pastor Mata, who can't come now. And Lowell's going to be behind the scenes and have me and him on the same screen. And so we're going to act like we would be on a stage where he's preaching and I would interpret just like he just did. So we're going to try that this week. The two that we have to do. So it was again timely.お茶も用意してあるはずですのでね、奥の方が終わってしまうからね。
と思います。